はい、こんにちは、こんばんは。そして、はじめましての方は、はじめまして、ビーズです。今日はヒーローズウォーの初心者の方におすすめの情報、そして、初中級者の方におすすめできる情報、その2つに分けてお話しできればと思いますので、やっていきましょう。はい、まず、初心者の方におすすめできる情報ですね。まずは、キャラクターを何取っていけばいいのかっていう話が、まず、こういうゲームはよくありますよね。こういうどのキャラクターでも取っていってもいい、取っていけるゲームっていうのは、こういう悩みが、つきものかなと思うんですけども、二つに分けて、キャラクターの役割っていうのはあるかなと思っていて、一つは PVP。アリーナですね。今のところは。ギルドバトルが実装されるっていう話が告知が来てるので、これが来た時にどうなるかはまたわからないんですけど、とりあえず今 PVP としてはアリーナですね。アリーナ。そしてもう一つが PVE ですね。PVE っていうのは、自分が言ってる PVE というのは、ストーリーではなくて、実験体追跡とか、あとはレードボスとか、その辺のことを、指してお話しさせていただいています。で、ストーリーに関しては、ぶっちゃけ何を選んでも多分クリアできます。なんでちょっと割愛します。まずは PVP の方、お話をさせていただくと、こうアリーナ見ていただくとわかるんですけど、どのキャラがおすすめなのかっていうところなんですけど、ランキングっていうところを見ると、こういった形で上位の方がどういうキャラクターを使っているのかっていうのがわかります。PVP っていうのは現状はですね、速度を高めて、上からぶん殴るという、攻撃方法が、主流になってます。なので、ほんと速度系なんですよね、今のところは。今後どうなるかはわかりませんけど、速度系なので、サマナーズウォーというところのその石ルーンとかがないので、速攻で仕掛けて、相手にデバフとかを付与して、で、その後にアタッカーで一掃するっていう方法が、主流かなと思ってます。で、その中で、強いのが何かっていうと、まず、先ほどお話したように敵を一箇所に集めるっていう能力を持っているキャラクターがまず強いです。そういう意味で言うと、今ここにいるこのジブですね。ジブ。ジブに関しては、アリーナの報酬でもらえるんですよ。なので、直接雇用ができない傭兵になっているので、最初はちょっと手に入んないです。なので、最初のうちは、初期でもらえているエイミーとかを使っても、いいかなと思います。エイミーを使ってもいいと思いますが、途中から多分自分に切り替えた方がいいと思うんですよね。自分は本当強くて、それはまた別途お話しするんですけど、とりあえず自分とかエイミーとかの一箇所にキャラクターを集められる、キャラクターというか、一箇所に相手を集められるキャラクターですね。をまずは入れた方がいいかなと思っています。そいつをまず最初に動かして、その後で、他にも敵を一箇所に集めるキャラクターがいてもいいと思うんですけど、なので最初に自分とかエイミーで集めた後に、さらにその離れてるキャラクターとかを集めるっていう意味で、スカーレットとかもいいかなと思います。あとはこの辺にメデリンとか、マグナスとかいるんですけど、この辺のタンクって結構使い方が難しいんですよね。この辺を取ってもいいんですけど、ただ、最初のうちは汎用的に使えるキャラクターがいいかなと思うので、エイミー、ジブ、スカーレット、このあたりを選んでいくのが私的にはいいんじゃないかなと思ってます。そういったキャラクターで、敵を一箇所に集めて、その後にですね、ファリアス。こいつですね、ファリアス。こいつはもう本当に強い。こいつのワンパンはマジで一発で相手のパーティーが崩壊するぐらいの火力が出てくるので、ファリアス、アタッカーはファリアスでいいんじゃないかなと思います。そういう自分も今こういう形のパーティー編成にしていて、恥ずかしながら、やっとプラチナに上がれたと。やっとプラチナランクに上がれて、全体の順位としては206位ということで、全然褒められたものではないんですけど、ただ本当に使っている中で一つ言えるのは、本当自分で集めて、その後にファリアスで一掃すると。で、こぼれた敵を、エグザミナで倒していく。あとは一応、回復を得てるって感じですね。っていう編成してますが、本当お勧めできるのは、敵集めてそこにファリアスの砲台をぶっ放すということが多分一番早いし、かつ事故らずに勝てる方法かなと思います。で次にですね、PVE ですね。はい。トリビアをですね、回す分には、これですね。で、この中で特に重要なのが、どこでもその PVE のコンテンツでどこでも使えるんじゃねえかっていう感じで今考えてるのが、ナクロスですね。ナクロス。はい。ナクリとカイロスのコンビですね。一回ちょっと回してみましょうか。10回ですね。ちなみに11回まで今のところ実装されていて、11回ちょっとまだやったことないんですけど、死ぬのかもしれない、そこは。わかんないけど。ちょっと今4倍速なんでめちゃめちゃ早いんですけど、このナクロスがなんで強い、ナクロスわかんないけどさ。で、これが何で強いかっていうと、まず、ナクリってキャラクターが、この植物の今のキャラクターなんですけど、こいつの、能力で、敵にですね、毒を与えるという効果があります。で、これが発動した後に、このカイロスの攻撃
を当てることによって、カイロスのそのスキル特性、カード特性だったかな。あれが、相手のその毒を浴びてるキャラクターの相手のスキルゲージじゃない、ターンゲージを下げるという効果があるんですね。で、さらにその、毒を浴びてるキャラクターの、その毒状態っていうのはこれ、持続ダメージになっていて、毎ターンその、ダメージを負うっていう、相手にターンが回ってきた時に、相手の最大ヒットポイントの2% だったかなを削るっていう能力、2%だか 3% だか忘れたんですけど、っていう能力なんですけど、そのカイロスのそのスキル、レイジスキルっていうやつを打つと、その、本来は持続ダメージとして相手の体力が減っていくところを一気にそのダメージをがっつり当たることができるんですね。なので、ものすごいダメージを一気に与えられるんですよ。これ、ちょっと相手が体力今少なかったらわかんないし、結構半壊しちゃってるんですけど、なんでこの、なんかいいの出たな。でもこれちょっと残念ですね。残念なレジェンドですけど、いいでしょう。ということで、この PVE のコンテンツに関しては、結構こんな感じがいいんじゃないかなと思っていて、とりあえずナクリカイロス、この2つのキャラクターを育てるのが超大事だと思います。で、ナクリに関しては、先ほどもちょっとお話したんですけど、ナクリに関してはですね、このスキル特性の SSR の特性というもの、これの中毒を付与するっていう能力ですね。これがないと始まんないんで、話にならないんで、まずは SSR のカードを昇級させて、これがスキル1が伸びるようにお願いしながら、これが伸びたらラッキーだと思ってください。慣れてきたら、関連キャラクターのアナスタシアと、あとは、自分は今ちょっと育てられてないんですけど、マリサとタレックですね。この3人。全部じゃなくてもいいと思うんですけど、を育っていくのがいいんじゃないかと思います。で、私個人としては、これはちょっとまだ空想が入ってくるんですけど、タレックを使うよりも、多分マリサとアナスタシアを組ました方が強いんじゃないかなと思っていて、マリサのレイジスキル、なんでかというと、マリサのレイジスキルが、この感電効果を解除した後に、持続ダメージ抵抗を無視した感電ダメージをすぐに与えるっていう能力なんですけど、これがさっきの、ちょっと最後、さっき、動画としてはちゃんとお見せできなかったんですけど、敵がすぐ死んじゃったんで、ボスがすぐ死んじゃったんでお見せできなかったんですけど、このカイロスのこの能力と同じなんですよね。中毒状態の敵は持続ダメージ抵抗を無視したダメージをすぐに受ける。これですね。これが、要は対になってるというか、カイロスのこの攻撃っていうのは、マリサのさっきの攻撃と、ほぼなんかニアリーイコールなのかなと思っていて、で、この攻撃っていうのがめちゃくちゃダメージが高いんですよね。めちゃくちゃ強い。で、マリサ、アナスタシアか、アナスタシア、タレックだったら、自分は多分なんですけど、アナスタシアとマリサを組ました方が、もしくはこの3人で回した方が、強いのかなという気はしています。が、とにもかくにも、まずは、ナクロスですね。ナクリカイロスを取って、ナクリのスキル1の昇級は絶対にしなきゃいけないよということだけお話しさせてください。はい。あとは、ヒーラーキャラクターですね。ヒーラーキャラクター何取るのかっていう話なんですけど、ラクシュミか、ポポですね。タヌキ。こいつのどっちかを取るのがいいんじゃないかなと。どっちも取ってもいいかもしれません。と思ってます。で、それぞれ役割が違ってて、ポポは、味方のデバフを解除するって能力があって、ラクシュミーは、味方の、行動不能を解除するって能力があります。これは結構その一長一短なんで、どっちも取っちゃって、場合によって変えてもいいかもしれませんね。他にはですね、気になったキャラクターを取っていくのが、一番モチベも上がるだろうし、いいかなと思ってます。で、その時に必ず気をつけていただきたいんですけど、このゲームは、キャラクターの、なんでもいいですけど、例えばこいつだったらここにスキルの能力があるんですけど、この下の能力、このスキル昇級 SSR 特性っていう能力に関しては、このカード、この SSR のカードっていうのを手に入れて、さらにその後に、この昇級をさせていかなきゃいけないですね。昇級をさせることで同じカードを食わせるか、SSR のその昇級トークン、昇級カードっていうのがあって、デビルモンみたいな感じですね。サマナスボというところで。それを食わせるかしないと、これ上がんないです。絶対上がんないんですよ。なんで、この星を上げることによって、その各スキルの隠された特性というか、が上がってきます。で、それがここに書いてあるんですけど、これが大概強いっていうか強力なやつが多いので、なんでその最初に SSR のカードを手に入れただけの状態だと、このスキルの特性っていうのが一個も発動してない状態になります。なので、結構弱いというか、あれなんか弱いなって思うかもしれないんですけど、ただそこは諦めずに、ぜひですね、この SSR 昇級、全部で全キャラ統一で9段階まであるみたいなんですけど、スキルに応じて3つずつあるので9箇所あるんですけど、9箇所まずは埋めるということをまずはやってみてください。で、あとここにその専用の SSR カードの専用特性っていうのもあります。
なので SSR の専用特性と、さらに昇級特性、各、9段階と、さらに、ここにレイジスキルっていうのがあるんですけど、これがいわゆる必殺技なんですけど、これの時も同じようにここに昇級特性があります。で、こいつに関しては、このカードとはまた別に、レイジカードっていうのがまた別にあって、これですね、このレイジカード。レイジカードっていうのはどのキャラクターにも装備可能な汎用カードなんですけど、これを差し込まないと、その必殺技がそもそも打てないんですよ。なので、これをかませる必要があるんですけど、こいつらにも、まあ、厄介なことにって言っちゃうとあれなんですけど、それぞれその3段階までまたこいつも昇級できるんですよ。なので、これもそのキャラクターによってこの効果が全然まちまちで、そもそもこのレイジスキルの昇級がないと弱いキャラクターもいるし、なんかオプションで強くなるっていうキャラクターもいるなと私は感じていて、なので、まあ、かなりなんか奥が深いんですよね。だから、パッと見てっていうか、パッとやってみて弱えなって思ったキャラクターでも、実はこの辺を開花させることによって、一気に強くなるキャラとかも多分いると思うんで、だからすぐにね、キャラを諦めないでほしい。私は諦めてしまった人間なんで、こいつダメだなと思って諦めちゃったんで。それやるとね、結構浮気をすると、弱くなるっていうか、早く強くなるのが遅くなっちゃうんで、ぜひ諦めないでやっていただきたいと思ってます。整理すると、まずカードの昇級が全部で9つあります。これをやってください。さらに、レイジスキルの昇級も 3段階あります。なので、一つのキャラクターをちゃんと育てるには、3×4 なんで、12回昇級させるとダメってことですね。つまり、完全体にさせるには。で、さらにここから闇が深い話なんですけど、専用装備っていうのがあります。この専用装備っていうのは、これは本当に大事なキャラクターと、まあ、なくても戦えるキャラクターっていうのが多分存在していて、これまたね、すごい深いんですよ、話が。ただ、ここは、最初のうちはあんま考えなくてもいいと思います。はい。とりあえず、このレジェンドの専用装備が手に入ったらラッキーだと思って、やっていくのがいいんじゃないかなと。あんまりここまでね、最初のうち考えちゃうと大変なことになると思うんで、情報量が。なんで、これは、まあ、一旦忘れて、ただ、レジェンドの専用装備はないといけないキャラクターとかもいるんで、そこはこの専用オプションっていうところを見てみて、あ、なんか使えそうだな、使えなくなそうだなっていうのを判断して使っていくのがいいかなと思います。で、この辺の話をまた別途、そのティア表とかを作った動画を今後も上げていこうと思うので、その時にまた詳しくお話していけばと思います。ここで話すとちょっと時間がね、いくらあっても足りないんで、はい。ということで、初心者の方に向けてお勧めできるキャラクターの話は以上になります。もしなんか質問とかあれば、ぜひぜひ聞いてください。コメントとかで聞いてください。では次行っていきましょう。はい、ここからはですね、中級者用の方に向けて、まあ知ってる人は知ってるんだけど、知らない人は意外と知らないかもっていうおすすめテクニック。まあギルメンの方に聞いたりとか、あと自分でまあ発見したというか、ものもあるんですけど、まあちょっとそれをご紹介できればなと思います。はい。で、まずは、カラテク。はい。カラテクですね。カラテクって私呼んでますけど。はい。これ何かっていうと、このゲームって後半になればなるほど、後半っていうかなんだろうな、中盤ぐらいかな、になってくると、この限界突破させるために、ここですね。これさせるために、まあ、このコアと、あとこの紫石が絶対必要なんですけど、この、最初のうち自分もね、やってた時は、中盤ぐらいの時はね、このコアが全然落ちなくて、なんだこれコア全然足りねえなって思ってたんですけど、今は考えが逆で、紫石が全然足りないです。はい。で、コアはじゃあどういう風にすれば手に入るのかって話なんですけど、これはね、非常に簡単な抜け道が一つあって、まあ、今ここでもこのコアを製造してるんですけど、この物質変換所とか、この装備製作所っていうのが、まあレベルがあるんですよ。で、今のところ、実装されてる中だと、これが、マックスの状態だと思います。もうアップグレードはできないんで。あ、これできるわ。嘘だった。これできるわ。ごめんなさい。これできますね。まあ、この多分、今のところやつ以外は、こういう感じでね、最大アップグレード状態にしてあるんですよ。これ以外はね。なんですけど、私がお勧めする順位として、まず物質変換所をレベル8に、これを絶対上げてください。これ絶対上げた方がいいです。で、次に装備製作所を上げてください。で、この2つに関しては、ぶっちゃけ上げなくてもいいかもしれませんが、まあ、こっちの宝石の方は上げてもいいかもしれません。とりあえずなんでかっていうと、この物質変換所を上げることによって、一度に製作できるこのアイテムの数が増えるのと、あと、このアイテムを作るまでの時間が短縮されるんですね。つまり時短効果がある。で、この時短効果っていうのがかなりでかくて、最初のうちは、この辺のディーラーコアとかを1個作るのにもすげえ時間かかるんですよ。めちゃくちゃ時間かかる。んですけど、これを上げることによって、4個からしかスタートできないっぽいですけど、これを1回に12個作成できるんですね。
で、まあ、これ1個12個作るのに、その12時間かかっちゃうんですけど、まあ、無課金の場合でも、スロットが4つ空いてるので、だからこれをバッとぶん投げれば、まあ、12時間で4箇所のところに投げれば、12×4 なんで48個。48個のコアが、まあ、簡単に手に入る。簡単にとかそうですね、手に入る。ので、この、物質変換上をレベルを上げるのがめちゃくちゃ大事です。なので、コアが足りなくなる。絶対コアが途中足りなくなってくるんで、もう、最初のうちから、この物質変換上をまず最優先して、アップグレードしていった方がいいと思います。で、アップグレードするための、その資材とかっていうのは、このパックスショップとかに売ってるんで、この石とかね、石とかガラスとか木材が売ってるんで、それはね、買っちゃった方がいいですね。で、ショップにも売ってるものがあると思うんで、それも、まあ、買っちゃってもいいと思います。ということで、コアが絶対足りなくなってくるんで、さっきの物質変換上を上げて、どんどんコアを量産していきましょう。というのが1点ですね。次、ナウテクですね。ナウテク。はい。ナウテクは、まあ、今の同じような話なんですけど、制作の部分の話なんですけど、今回の場合は、ナウテクの場合は、さっきはコアのお話でしたけど、今回は、装備、専用装備の話ですね。専用装備は、さっきもちらっと、初心者コーナーの時にお話したんですけど、かなり闇が深いです。まあ、エンドコンテンツだと思うんですけど、かなり闇が深くて、まあ、奥が深い。闇が深くて奥が深いんですよ。はい。で、専用装備ってなかなか手に入るもんじゃないです。で、じゃあどうやって手に入れていくかっていうと、まあ、ショップで500青石払ってガチャをするっていう方法もまああるんですけど、まあ、それが多分ね、一番手っ取り早いかもしれませんが、ただ言うても500ガチャ石かかるんで、500青石かかってガチャなんで、結構大変なんですよ。で、もう一つの方法として、一般専用装備。これを、まあ、ちょっとやっちゃいましょうか。ちょっとじゃあ2個ぐらい。2個できないか。1個作ります。はい、作りました。そしたらこの、レアって一番最下級なんですけど、このナクリのなんか費用が出ましたと。なるじゃないですか。で、こいつを、じゃあいらねえなとなるんですけど、まあ今はもう自分持ってるんでいらないんですよね。いらないんで、いらねえなってなったらこいつを分解します。よいしょと。こうすると、このドクロのやつと、この大々石が手に入ります。で、大々石は、この専用装備を強化する必要なもので、このドクロのやつは何に使うかっていうと、これですね。この赤い、このレジェンドの出る可能性がある。そうそう、こっちの青箱だと、レアかヒーローまでしか出ないですよ、絶対に。ただ、赤箱だと、レアからレジェンドまで出ます。なので、ここで、もうモジュールがないんでできないですけど、この、青箱をめちゃくちゃ開けまくって、で、そいつら分解しまくると、このドクロのやつがさっき見ていただくとわかるんですけど、手に入ってくるんで、それで、こいつを開けて、レジェンドを狙っていくっていう方法が、これがナウテクです。はい、ナウテク。まあ、ただ、ここからレジェンドの専用装備が出る確率って、まあ、かなり低いと思っていて、自分の体感では、まあ、30箱開けたら1個手に入りゃいかないぐらいの確率なんで、かなり、その辛抱強くやんなきゃいけないし、さらに、専用装備何が出るかわかんない。どのキャラクターの専用装備が出るかわかんないんで、かなり大変ですけど、まあ、ただ、そういう方法で狙っていく方法もあります。で、仮にその専用装備が出なかったとしても、いいやつが出なかったとしても、さっきの大々石ですね。あれは専用装備を評価するときに絶対使うものなんで、まあ損にはならないです。だからこれもやっちゃっていいと思います。余ったらね、どんどんバカやっちゃって、専用装備のレジェンド、欲しいキャラのレジェンド装備を狙っていくっていうのが、これナウテクです。はい。はい、次、チョリテクですね。チョリテクやっていきましょう。チョリテクはね、何かっていうと、専用装備じゃなくて、今度装備の話ですね。装備の話で、まあ、これもね、人によると思うんで、これは一概に、そうとは言えないというか、まあ、もう結構その、装備が割と潤沢にあって、なんか、まあ、もうそんな装備いらねえよって方ももちろんいらっしゃると思うんで、まあ、すべての方に当てはまる、テクニックではこれはないと思います。ないと思いますが、まあ、私みたいにこう、無課金でゆるーくやって、で、なんか装備があんま手に入ってないぞみたいなそういうプレイヤーには結構お勧めできるテクニックだと思うんですけど、これチョリテクはですね、何かっていうと、最近ではないけど、まあ、11月の5日のアップデートで、この武器のですね、このパーツの変更とか、この辺ができるようになりましたね。なったんですが、ただ、この、なんかこれだったら、例えばサブオプのやつだったら、この精密調整レンズってやつも必要だし、セット変更だったら、このなんか、これが必要だし、パーツ変更だったらこれが必要だしって感じで、そんなにね、コンスタントにね、ポンポンね、やっていけないんですよね、今の現状としては。まあ今後もしかしたらどう変わっていくかわかんないですけど、もっとこの辺の素材が手に入ってくるかもしれないですけど、現状だとこの辺の素材が全然手に入んないんで、そんなね、バコ変更できないんですよ。
じゃあ、どうすりゃいいのかと。じゃあ、どうやって、その、欲しい装備というか、オプションとかを厳選していくのかっていうところなんですけど、一つの方法として、この星4のレジェンドですね。これは、取っといた方が、私的にはいいんじゃないかなと思っていて、まあ、例えば、このポポとかだと、自分これこんな感じで、星4にしてるんですよ。星4にしてるんです。あえてね。あえて星4にしてます。まあ、正直、こうとかは別に星5でもいいと思うんだけど、なんでかっていうと、この、そうですね、これとか、例えばこれとかだと、速度が多分これ4跳ねしてるんですね。4跳ねしてる、多分4跳ねかな、いや、3跳ねかな ?3 跳ねかもしれないですね。ヒットポイントが多分1跳ねしてるっぽいから、多分3跳ねかもしれないですけど、まあ3跳ねしてる、この速度ルーンっていうのが、手に入ってるっていうか、付けれてます。これなんでかっていうと、これ、チョリテクに関しては結構自分びっくりしたんですよ。知った時びっくりしたんですけど、さっき見ていただいた時分かったと思うんですけど、見比べてもらうと分かるんですけど、さっき必要だった、なんかここにある、なんかこの、全然手に入んないアイテムが、星4の装備に関して必要ないんですよ。つまりどういうことかっていうと、これ変更しまくれるんですよね。かなり変更しまくれる。こっちのこのなんか、なんだろう、鋼鉄ってやつはいっぱい素材があるんで、本当にこれ無尽蔵にできるんですけど、こっちのモジュールは結構いろんなところで使うんで、ちょっと足りなくなってくるかもしれないんですけど、とりあえず、モジュールが尽きるまで、もしくは金が尽きるまでは、欲しいオプションが出るまで、例えばサブオプション変更だったら、欲しいサブオプションが出るまで、これガチャしまくれるんですよ、結構。結構できます。なんで、まあ、すべてのキャラクターに有効とは言えないですね。例えば、すべてのセンスが欲しいディーラーとかレンジャーとかに関しては、あんまりこのテクニックは、まあ、使いにくいかなと思うんですけど、例えばこういうヒーラーとかだったら別に攻撃力って必要ないじゃないですか。ヒーラーって。だから、この剣とか、こうって絶対メインオプションが攻撃しか出てこないんで、まあ、この辺をさっきのテクニックをかけまくって、これちょっとかなり微妙なんですけど、まあ一応ヒットポイント伸びてるから妥協してるんですけど、ヒーラーには必要ない攻撃力なんだけど、速度をがっつり稼ぐ。ヒットポイントもがっつり稼ぐっていう、なんだろうな。欲しい能力を伸ばすっていうことに関しては、このテクニックは結構有効なんじゃないかなと思っています。これがちょりテクです。なんで、星4のレジェンド装備は、まあ自分は取っていた方が、まあいいんじゃないかなという気がしています。まあただこれは本当に最初申し上げた通り、装備がもう潤沢にある方に関しては、こんなものは多分必要ないと思います。で、最後、水テクですね。これは私が、最近発見した、まあ昨日発見したテクニックなんですけど、テクニックっていうかね、これね、なんだろう、落とし穴というか、自分が気づいてなかっただけかもしれません。が、ちょっとご共有させていただきますね。で、これ何かっていうと、まあ、専用装備に関してなんですね。これ専用装備に関してなんですけど、専用装備の真の意味というのを私は、発見しました。これね、気づかなかった、今まで。で、他の人はもしかしたら、なんだ知ってるぞと、当たり前だよっていう風に思われる方もいるかもしれないですけど、自分は気づかなかったんで、まあちょっとお話しさせていただきますね。アナスタシアだったら、例えば今、略奪4セットと失踪4セットがついてるんですけど、最初私、めちゃくちゃ勘違いしてて、これをつけてたら、勝手にこの能力が発動するのかなと思ってたんですよ。でも、そうじゃないんですよね、このゲームって。そうじゃなくて、これでもね、わかりにくいと思うんだな。書いてねえんだよな、そんなこと。あっちのサポートっていうか、マニュアル的なところにも書いてなかったと思うんで、全然自分最初気づかなくて。で、アナスタシアが使ってる時に吸血がついてるのに、なんで相手攻撃しても吸血しないんだろうなっていうふうに思ってたんですよ。吸血鬼略奪か。っていうふうに思ってて、で、その原因っていうか、理由がわかりました。これはね、すごい自分にとっては落とし穴だったんですけど、これ見てもらうとわかるんですけど、これね、このゲームって、まあ、サマナズも同じなんですけど、略奪4セット、失踪4セット、まあ、他にもその2セットで発動する能力とかもありますけど、この辺とか2セットですよね。2セットなんですけど、なんで、本来は武器スロットって全部で6箇所しかないんですよね。だから、これとか4セットなんで、4セット4セットなんで、本当は8セットになるんで、もう2マス枠がないと、略奪と失踪の効果を同時に得ることってできないんですよ。できないんですけど、でも、これ今、ここがどういう能力が今発動してるか見えるんですけど、失踪の装備が今3つしか装備されてないんですけど、失踪のオプションが発動してます。攻撃速度プラス25っていうのが発動してるんですけど、これなんでかっていうと、こいつがマイナス1の役割を果たしてくれてるからなんですね。まあ、例えば今、アイアンですね。アイアン今何も装備はめてないです。で、こいつの今、専用装備のセット効果が、これ今生存になってます。これですね、生存になってて、で、本来生存の、装備っていうのは2個装備しないと、効果が発動されないんですけど、専用の効果が発動プラス、体力 15% っていう効果が発動されませんが、ちょっとこれを見てみてください。で、これですね、2セットで1文字 15% の効果なんですけど、これを1個装備すると、
これで、今発動しましたって出たんですけど、ここに出てますね。なので、これが1個分立て替えてくれてるっていう考え方になります。これを利用することによって、なんだろうな、たくさんのそのセット効果を、考え方次第では、発動させることができると。まあ、例えば今、自分のナクリなんですけど、こいつは今、疾走と、国旗だっけこの効果が、ついてて、で、今自分はこの国旗をここにはめてます。はめてって1箇所はめてるんですけど、1箇所でこの国旗の抵抗が 20% アップするという効果が発動してます。っていう感じでうまく使うと、普段使いづらいこの装備を有効活用することができるようになると思います。ただ、このテクニックは、ぶっちゃけ、例えばナクリとかって別に効果抵抗がマストで必要なキャラクターだと私は思ってないんで、おまけですよね。だから例えば、このラクシュミとか見ると、これちょっとすごい適当なんであれなんですけど、これで今、疾走はラクシュミに合うんで使っていいと思うんですけど、こっちの闘志ね、そう。ラクシュミに闘志があったところで何の意味もないんですよね。攻撃力なんてラクシュミ必要ないんで、なんで無理に、これが、専用装備に合わせて無理にそのメインの装備を添えていく必要はないと思うんですけど、ただ、これを使うことによって、本来の力プラス、セット効果のオプションをうまいこと取り入れることができるかなと思います。なので、専用装備は、そういったところも含めて、何がつくかはランダムなんで、この辺も含めてかなり闇が深いという感じになります。はい、ということでね、以上が、今回のお話になります。何か一つでもお役立ちできればいいかなと思います。で、あとは、これ結構今この動画見てくださっている方が、日本人の方が、ほとんどなのかなと思うんですけど、シュケマルさんっていう方が、ツイッター上でありがたいことに、この日本人のための、チャットを、作ってくださいました。で、それが今この111番チャンネルなんですけど、111番チャンネルが日本人のチャットに、今なっているので、ここで、つぶやいていただけると、誰かしら多分いると思うんですよね。誰かしらいると思うんで、交流ができるという形で、このゲームは、ぶっちゃけ日本で本当あんま流行ってないし、人口が多分少ないと思うんですね。残念なことに。思うんですけど、その少ない人口の中でもみんなで絡んでワイワイしていこうぜっていう趣旨の多分チャットだと思うんで、この一般チャットの111番チャンネル、ここを利用して、ギルドの垣根を越えてワイワイして、情報共有をしていって楽しんでいこうぜという感じになっております。なので何かわかんないこととかあれば、このチャンネル利用して聞いていただいてもいいし、単純にコミュニケーションの場にしていただいてもいいし、なんでこの111番チャンネルをぜひぜひご活用いただければ、私も嬉しいなという感じですね。で、あとは、来年ですね、2021年の、1月11日ですね。この日に、私は今、悲しいピエロさんに、いますが、ギルドにいますが、このギルドの主催、このギルドの、ミセラブルさんという、ギルマスの方主催で、1月11日に、111番チャンネル、こちらにて、ガチャ祭をやろうと思っておりますので、ぜひぜひ皆さん振るってご参加いただければ嬉しいでございます。この時にね、ニマとか、新キャラの情報が今日出てたんで、辺の実装が間に合ってたら嬉しいんですけど、そこら辺はね、運営さんの手腕次第ということでタイミング次第ということでね、はい、うまいこと噛み合えばいいかなと思います。という形で、また次回もお会いしましょう。チャンネル登録、コメント、高評価などいただけると励みになります。ではまたお会いしましょう。バイバイ。